こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。ゴールデンウィークで油断していたところに、突然ビッグニュースが飛び込んできましたよ。鈴木が元 GP クラス撤退の噂ってニュースだな。動画公開時点では鈴木のモータースポーツ公式サイト、鈴木レーシングレポートに撤退に関することは何も掲載されてない。鈴木って、いつから元 GP に参戦してたんでしたっけ？鈴木は2015年に元 GP に復帰したチームだ。着実に経験と努力を積み重ねてチーム体制を整え、2020年の鈴木100周年の年に、元 GP クラスでジョアン・ミル選手がライダーズチャンピオン、コンストラクターズチャンピオンのダブルタイトルを獲得したことが記憶に新しいな。記念すべき創業100周年で2冠を飾った矢先に、この噂ですか？鈴木に何が起こったのか？そして、噂は事実となるのか？サクッと考察していきたいと思う。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話はこんな感じだ。1、事の始まり。2、撤退の理由を考察。3、連鎖の恐ろしさ。です。じゃ、はじめ、か。1、事の始まり。じゃ、まずはこの話題の発端と今までの経緯をチェックしていくぜ。このニュースを主が目にしたのは、5月3日のヤフーニュースだ。2022年5月2日に行われた元 GP クラスのヘレス公式テスト開催中のミーティングで、鈴木が2022年末に元 GP から撤退する意向だとチーム鈴木エクスターに伝えた。ヤフーニュースより、いろんなニュースサイトに記事が掲載されているが、どのニュースサイトも、複数の海外メディアが報道してとの記述があったので、気になって調べてみたら、元記事だろうってサイトを発見したぜ。オートスポーツコム、鈴木セットトゥークイット元 GP、アットザエンドオブ2022。英語ですか？大丈夫だ。このニュースの翻訳版がモータースポーツコム日本語版に掲載されてたぜ。さすがインターネット。で、本文には、鈴木の首脳陣は月曜日、5月2日に元 GP の全てのメンバーを招集し、今年限りでシリーズへの参戦を終了させることを伝えた模様だ。公式発表は数時間以内にある。と、あったけど、現時点動画作成時は5月6日では、まだ鈴木の公式発表はない。その代わり、このニュースに対し元 GP の商用権も持つ、ドルナスポーツの声明がオフィシャルサイトに掲載されてる。元 GP コム、鈴木に関するドルナスポーツの声明。鈴木公式がこの話題にリアクションする前に、元 GP 公式がコメントしてるんですね。そうだ。で、その内容には鈴木が両党自社間の合意に基づいて撤退する場合とある。合意待ちですか？というのが今の状況だ。おそらく鈴木の公式発表は、ドルナスポーツとの撤退合意後の会見だろうな。そうですね。元 GP 公式がここまで書いてますし。ちなみに鈴木は、2012年シーズンにもレース休止発表している。そうなんだ。その理由は、繰り返される自然災害と歴史的な日本円の上昇、先進国の長引く不況による厳しい状況に対処するため、との説明だった。福島第一原子力発電所事故やリーマンショックなどですね。状況としては、現状とよく似ています。そうだな。少し違うのは、休止発表の通達があったのが年末2011年12月ってことだ。もしシーズン終了直後に来季は参戦しませんって発表されたら、関係者はどうする？いきなり勝手文句言って、慌てて次の道を探ります。だよな。今回はシーズン半ばでの発表なので、チームメンバーの来季を考えての発表なのかな？って思う。確かに通知が早ければ、その後の活動もオフィシャルにできるけど、そんなの当たり前じゃね？まあ、確かに。でも前回の休止の件があったからこそ、それを踏まえての対応だと思う。裏を返せば、それだけ今の状況が厳しいってことですか？だと思う。それじゃ、次は鈴木元 GP 撤退の理由を推測してみるか。2、撤退の理由を考察。撤退理由はいくつもあると思うけど、2つに絞って考察してみた。チーム財政難。まず1つ目は、チーム財政難説だ。コロナ禍での活動制限が影響して、世界レベルでの経済の落ち込みやウクライナ情勢、これらの影響によるサプライチェーンの混乱で生産計画の不安定化、円安で材料費高騰、などだな。各バイクメーカーのサイトのトップには納期遅延に関するお知らせが掲載されたり、電気代や食料品の価格が上がったりして、身の回りでも影響が出始めてると思います。そうした積み重ねの結果、鈴木本体の経営状況悪化から活動費縮小、またはカットとなり、来季の参戦中止、という流れだな。でもさ、鈴木の元 GP 活動規模はホンダと比べたらかなり小規模だって聞いてますよ。この世界情勢でも努力したら参戦し続けられると思うんですけど、言うのは簡単だよ。それに、売上高約15兆円のホンダと約3兆円の鈴木を、同じまな板の上で比べるのは厳しいと思うが、確かに、鈴木はサテライトチームを持たないファクトリー1チーム体制で、チーム人数も少数精鋭構成なので、低予算チームだと言われてる。予算も人材もバッファーが少ない分、
こうした経営状況に影響が与える出来事が起きると、対処がない。なんとかシーズン中盤まで耐えたが、とうとうって感じだ。前回の活動休止みたいに、実は年末に決定してたんじゃないの？それはないと思う。チーム立ち上げからダブルタイトル獲得に尽力してきた鈴木のチームマネージャー、ダビデ・ブリビオ氏が2020年に離脱後、1年かけて体制を整えた結果、2022年にはかつてホンダで指揮したリビオ、スッポ氏が新たに就任。ようやく体制変更の効果が見えてきたぜって時の発表だったし。やっぱりお金ですか？そりゃそうだ。元 GP への参戦費用はどのメーカーも開示していないが、KTM の CEO、ステファン・ピエール氏が参戦3年目の2019年シーズンの開幕前に明かした話では、今季は4000万ユーロ、約48億円の予算を用意している。という言葉があったと記載されている。西村明町、再起せよ、鈴木元 GP の1752日、より。それじゃホンダは、一体いくら注ぎ込んで？そして、お金といえば、さらなる追い打ちがドル円相場だ。あ、こっちも高いのか安いのかよくわからないやつ。2022年に入ってから、ドル円相場の動きが激しい。今は円安なんだよね。そうだな。円の価値が下がる円安は、海外側輸出から見ればドルの価値が上がるから、日本製品が安く買えるので売り上げが上がる。日本側輸入から見れば、円の価値が下がるから、海外製品を買う場合によりたくさんのお金がいるので、国内部、価が上がる。コロナの影響で生産が滞り、作れない運べない状況に加え、原材料費アップでバイク価格が高くなる状況が続いている。本当に最近はバイクが高くなりました。業績面で見ると、ホンダやヤマハの売り上げは順調に回復してきてるが、鈴木の直近3年間の売り上げは右肩下がりだ。やっぱりお金ですか？どのモータースポーツでも勝つにはまずお金。これが現実だ。鈴木はコンパクトなチーム体制で効率よく優勝まで駒を進めたが、追われる側になれば、さらなる開発費や運営費が必要になる。48億円を相手にするわけですから、そりゃお金が必要ですよね。そして、資金難にさらなる追い打ちをかけるのが、次世代燃料についてだ。次世代燃料。何ですか、それ。ザ・モト GP フューエル・オブ・ザ・フューチャーといって、元 GP が掲げる SDGs 活動の一つだ。どんな内容なの？最高峰クラスである元 GP クラスに対して2021年末に発表された目標で、FIM および元 GP を統括するドルナスポーツは、元 GP における使用燃料を2024年までに最低 40%、2027年までに 100%、持続可能な非化石起源の燃料に切り替えるという目標を設定した。非化石起源の燃料ってことは電気とか？いや、電気やハイブリッドじゃなく、標準的な内燃エンジンで利用する燃料で、生成時も利用時も二酸化炭素排出量を軽減する燃料だ。こうした取り組みは素晴らしいと思うけど、燃料開発なんてバイクメーカー単独ではできないし、開発費やランニングコストも必要だ。ちなみに鈴木は、ホンダやヤマハが進めている次世代エンジンや燃料についても、具体的な話が全く表に出てきてない。確かに、鈴木がこうした活動を表に出さないのには、何か訳があると思わないか？例えば？ここからは全て邪推だが、各社が電気や水素エンジンなどの代替エネルギーを開発する中、鈴木はスーパー化石燃料エンジンを開発して、超効率化小型車で新しい市場を狙ってるとか、まさか、軽油や灯油など、現在入手可能な燃料で使えるエンジンを開発してたりとか、そんな、発明家の血が流れる鈴木は、なんかすごいものを仕込んでいるのかも。あとは、燃料とは関係ないが、レース界ではおなじみの、上昇日本チームに対するレギュレーション変更に嫌になっての撤退とか、嫌だからやめるって、そんなわがままな。元 GP 参戦休止は、鈴木本体を維持するためだし、なんかを守るためになんかをやめる、というのは企業として当たり前の対応だ。3、撤退の連鎖。で、一番怖いのはこれだよ。主が覚えてる範囲のモータースポーツ撤退は、米国の金融危機からの三菱、スバル、鈴木の WRC 撤退、ホンダ、トヨタの F1 撤退だな。日本メーカーのレース参戦が景気に左右されるのは、周知の事実ですね。今回の鈴木の一件が引き金になって、ホンダやヤマハの活動に影を落とさないといいんだが。それならホンダは心配ないと思いますよ。レース活動を担う組織は HRC として独立してますからね。そんな簡単に判断できないと思うけど、今のホンダの経営状態なら、問題ないって判断か。なんだかんだ言って、今でもホンダと F1 に関するニュースを見かけますしね。それじゃ、ヤマハはどうなんですか？レース活動はヤマハ発動機が行っている。最近では WGP 参戦60記念発表で R シリーズの全ラインアップに記念カラーを設定するぐらいだし、レース活動自体は会社に根付いている気がする。とは言っても、ヤマハも部分的にだが、レース活動から撤退しているぜ。そうなの？ウェブオートバイ、ヤマハがダカールを含めた、二輪ラリー界からの撤退を表明。そうだったんだ。どのメーカーも対策は進めているってことだ。まとめ。では、今回のお話を締めてもらいましょうか。一鈴木ファンとしては、この件については参戦休止として扱ってほしいと思ってる。撤退でも休止でもどっちでも同じじゃないの？
言葉の選び方は大切だよ。受ける心象は全然違うし。火のないところに煙はなんとかだから、今更やっぱり続けますはないと思うけど、建前でもいいから、情勢が回復したら復帰したいと発表していただきたい。そして復活に向けて、ぜひとも力を蓄えてほしい。なので、俺たちの鈴木のために俺たちができることをしてきたいと思う。それは、鈴木のバイク購入宣言ですか？宣言ぐらいならいくらでもするよ。ちなみに鈴木で選ぶなら、どの車種ですか？もちろんハヤブサだ。鈴木といえばこれっきゃないとだろ。おっさんの残念なネタが放出されたところで、今回はこの辺で。それでは、See you.